どうもこんにちは、まみよしです。ついに iPhone 16 Pro Max デザートチタニウム届きました。今回の動画ではこちらの iPhone 16 Pro Max 6.9 インチになって実際に大きさはどうなのか、デザートチタニウムの色とかフィルムとかケース貼って実際にどんな感じで使えるのかっていうのをレビューしていきます。やっていきましょう。iPhone 16 Pro Max デザートチタニウム早速開封していきます。よいしょよいしょ、オープン。おー、いいです。こんな感じです。やっぱね、ちょっとピンクゴールドっぽいな、やっぱり。綺麗。めっちゃいいわ。これメインでも全然良かったかも。こんな感じの質感になってます。このカメラコントロールのボタンとかこんな感じ。いやー、めっちゃかっこいいね、これ。特にこのカメラの部分。ここピンクゴールド感がすごいね。今回ね、この iPhone 16 Pro のシリーズで一番高級感高いのがこのデザートチタニウム。個人的にはね、もうこれが一番いいカラーっていう感じですね。で、付属品は、USB-C ケーブルとSIMピンで、紙類は何も入ってません。そうしたらね、今回つけていくケースとフィルムがこちら2マソのやつ。まずは保護フィルムから貼っていきましょう。いきます。オープン。この前ショート動画でバリラックボックスっていうのをレビューしたんですけど、今回違うモデルになってます。まず替えのフィルムが1枚と、こちらが次世代ガイドボックス付きのフィルム。これはね、取り付けめっちゃ簡単だし、この前のやつも簡単だったけどね、こんな感じの最近流行りのやつです。フィルム貼っていきます。これも剥がしてそのまま貼ります。ペリペリ。おー、綺麗。かぶせて引っ張る。あとは勝手に吸着されます。吸着が終わったらこれを取り外すだけ。基本はちょろっと入ってるので、これは放置してても抜けるし、こうやって指で簡単に取れるね。押し出してあげれば OK。 完璧です。ホコリも全然入ってないですね。で、これ貼っていいなって思ったのがこちら、じわ口の部分。ここまでね、しっかり保護されてるタイプですね。で、光沢感もいいし、こんな感じでね、ガリガリやっても傷なしと。これフィルム貼りやすくてかなりいい感じですね。フィルムつけたのでケースつけていきましょう。ケースもこちら2マスのケースですね。これは側面が TPU になってて、背面がポリカーボネートのケースになってます。アクションボタンに関してはしっかりと覆われてるので押しやすいです。音量ボタンもそうで、下側にストラップホールがあるので、お気に入りのストラップとかもつけられます。で、右側面に関しては電源ボタンしっかり覆われてて、カメラコントロール部分に関しては穴が開いてるタイプです。結構ね、いろんなケース使ってみたんですけども、穴が開いてるタイプの方が誤作動とかなかったので、個人的には穴開いてるタイプがおすすめです。で、そこの横には2マスのロゴがある感じつけていきます。はい。おー、めっちゃいいね。やっぱこのデザートチタニウムはね、色味がいいんで、この側面とかね、こういったのを見せられるクリアケースがかなりおすすめです。ストラップホールも入れられるし、四隅に関してもこんな感じでクッションが入ってるので、しっかりと衝撃を吸収してくれます。このケース普通にいいね。で、ケース自体も結構安くなってるんで、とりあえずね、目当てのケースがまだ出てないとか、そういった方もこれかなりおすすめなケースになってると思います。で、結構コメントで来るのが、カメラフィルムつけた方がいいですかっていうコメント来るんですけども、個人的には別につけなくてもいいと思ってるんですけども、心配な人はね、こういったカメラ用のガラスフィルムつけてみてもいいと思います。ちょっとつけてみましょう。これ2マスのやつに関してはこんな感じで一体型になってるタイプですね。これはライダーセンサーの位置を合わせてここに置くだけになってます。ここのシートから剥がしてあげて、位置を合わせて上に乗っける。あとは押せば OK。 こんな感じになりました。ただちょっとあれだね、せっかくのデザートチタニウムのこのカメラリングの部分が黒くなっちゃうので、あんまりつけなくてもいいのかなっていう感じでは思います。ちなみにケースとも干渉せずにこんな感じでぴったりフィットします。こんな感じです。でもこれあれだね、ブラックチタニウムとかのモデルにつけるんだったら全部真っ黒になっていいかも。で、あとは2マスをね、充電ケーブルも出してまして、こんな感じの USB-C to-C のケーブルも販売されてます。こちらのケーブル最大 100W に対応していて、ディスプレイも搭載されているので何 W で充電できているのかを確認することができます。 AC アダプターの比較したいとかそういった方にもおすすめ。データ転送に関しては USB2.0 なのでちょっと遅めです。電源入れていきましょう。リンゴマーク。今回ね、この16 Pro Max、前回の16 Pro もそうだったんだけど、ベゼル幅がめちゃめちゃ薄くなってるから、その辺がね、どんな感じになってるのかちょっと楽しみ。ベゼル薄っ。そうしたらデータ転送の方をしていきましょう。
セットアップ終わって実際にもう10日間使い続けてるので、16 Pro Max どうだったのか紹介していきます。まずはサイズ感ですね。今回15 Pro Max の 6.7 インチから16 Pro Max 6.9 インチ 0.2 インチアップしました。その画面サイズの大きさなんですけども、正直体感差はあんまりないかなっていう感じで思ってます。なので今回のこの 0.2 インチアップを期待して買うっていうのはちょっと微妙だと思います。ただベゼルの細さっていうのは明らかに違いますね。こんな感じで結構違うので、ベゼルの細さっていうのは体感できるぐらいの差になってます。でサイズ感に関してはこんな感じ、ちょっとだけ高さが上がってますね。横幅はでも言うてそこまで変わんないかな。ちょっと縦が長くなったっていう感じです。まあでもね、この持った感じそこまで大差はないですね。ただ若干重くなった感じはありますね。あとやっぱりこちらの iPhone 16 Pro Max、 ゲームをやる方にとってはかなりいいと思います。この 6.9 インチ大画面でゲームできるので、ゲーマーの人はねこの Pro Max かなりおすすめになってますね。こんな感じで原神も今最高画質の 120fps でやってるんですけども、こんな感じでかなり画質は綺麗だし、画面がでかいので操作もしやすい。まあただ検証した感じね、やっぱり 120fps 維持っていうのはこの16 Pro シリーズでもできなかったので、まあその辺はね今後のアップデートとか最適化にも期待っていう感じですかね。なのでゲームする人にとってはこの Pro Max バッテリーの持ちもいいし、大画面で見やすいし、かなりいいと思います。そして動画を見る分にもかなりおすすめです。画面自体がかなり大きいので、こうやってスタンドで立てかけてご飯食べながら見るとか、そういった時も画面が大きいのでかなり見やすい、そういった点がいいと思います。なので動画を見たりゲームをやったり、そういった大画面を活かせる作業をする人にとってはこちらの iPhone 16 Pro Max かなりいいと思います。で続いてカメラなんですけども、カメラに関しては両方とも 0.5 倍、1倍、2倍、5倍と今までの15 Pro Max と全く同じになってます。ただこの超広角が変わって倍率1倍にしたとしても、この 0.5 倍の真ん中を切り出せて1倍でも画質劣化なしのマクロ撮影が撮れるようになったみたいな感じ。これは結構便利な点だと思います。なのでカメラに関しては1倍でマクロが撮れるようになったみたいな、そんな感じのイメージでいいです。であとはねフィルターがちょっと今回変わってて、今まではこんな感じでトーンと温かみこちらを調整する感じだったんですけども、今回はねこんな感じでなんか無段階調整ができるようになりました。ただこれ正直ね前のやつの方が結構好みな色にできたので、この点は15 Pro Max 前のモデルの方が良かったかなと思います。で今回の16 Pro Max で実際に撮った写真と動画あるので、そちらどうぞ。動画1倍、2倍、手ブレ補正もしっかり効いてます。でこれが5倍レンズも止まって撮影すればかなり手ブレ補正効きます。 120mm でもしっかり手ブレなしで、5倍望遠だと雰囲気のある映像撮れるので、これ結構気に入ってます。こんな感じで画質に関してはこの15 Pro Max とあんまり変わんないっていう感じですね。でほとんどの iPhone 16の新機能に関しては16と16 Pro のレビュー動画でやってるので、じゃあちょっと Pro Max ならではのバッテリーの持ちの方をちょっと紹介していくんですけども、先日東京ゲームショウっていうイベントがありまして、そちらの動画全てこちらの iPhone 16 Pro Max で撮影したんですけれども、バッテリーの持ちはね確かにすごかったです。1時間半動画撮影の方したんですけれども、バッテリー残量残り 50% ということで、めちゃめちゃバッテリーの持ちっていうのは良かったです。なので長時間動画を撮影するとか、あとはゲームをするとか、そういった方は今回のバッテリー性能の恩恵かなりあると思います。で今回こちらの16 Pro Max 購入検討してる人で、この16 Pro とどっちを買おうか悩んでる人いると思うんですけども、個人的に悩んだんであればこっちの16 Pro買うのがおすすめになってます。なんでかっていうと、まず安いっていうのもそうだし、今回両方ともカメラが5倍レンズになってます。なので本当にスペックっていうのは全く変わりません。変わるのは画面サイズとバッテリーの持ちっていう感じですね。でバッテリーの持ちに関してもこの16 Pro 実際に10日間使ってるんですけども、こっちでも全然1日持ちます。なんかモバイルバッテリー必要になって充電したとかそういったこともなかったので、ほとんどの人はバッテリー持ち全然こっちの16 Pro でも十分だと思います。1日は持ちますね。ただ2日間ぐらい充電しないで使いたいとか、そういった場合はこっちの Pro Max でもいいかもっていう感じ。でも2日間持つかな、ちょっと微妙な感じですね。であとは悩んでるのが色味だと思うんですけども、こちらがホワイトチタニウム、こっちがデザートチタニウムになります。背面に関してはベージュとホワイトっていう感じの色味ですね。10日間使ってみた感じ、側面はかなりかっこいいんですけども、背面はねちょっとだんだんとなんか飽きてくる感じはあったかもしれないですね。こっちのホワイトの方が飽きづらい。ホワイトとかブラックとかそういった無難な色の方が
が飽きづらい感じはありました。ただこっちもね、かなり綺麗な色味なので、個人的には気に入ってます。で、この iPhone 何色を選ぶかの選び方の基準としては僕一つ考えがあって、何年使うか、これが大事だと思います。例えば、この iPhone 毎年買い替えるって人、そういった人は新色で全然いいと思います。飽きたとしても1年で変えられるし、どんどん色を変えられるので、全然新色でも問題ないと思います。ただ、最近のスペックだと本当に3、4年とかね、全然使えるスペックになってるので、長く使うっていう方、最近だと多いと思います。そういった方に関しては、やっぱりこのホワイトとか、あとブラックとか、そういった無難な色を選んだ方が、飽きづらくて、かなり長く使えると思ってます。で、こういった白とかブラックに関しては、別のケースを使うことによって、見た目大きく変えることもできるので、こういった白黒だと、他のケースとか、色味に合わせやすいっていうメリットもあります。なので、僕的には1年で変えるんだったら新色、3、4年使うんだったら無難な白黒選ぶのがおすすめです。で、あとこちらの16 Pro Max で気になるのが充電のワット数だと思うんですけども、ワット数に関しては噂の 45W っていうのは対応してませんでした。最大でも測った感じ 27W でしたね。で、27W っていうのは15 Pro Max と全く一緒だったので、今回充電の速度っていうのは今のところ変わってません。ただ 45W できるチップ搭載してるみたいな噂があるので、将来的に iOS のアップデートとかで 45W 開放されるっていうことはあるかもしれません。そんな感じですかね。ということで今回 iPhone 16 Pro Max 実際に開封してデザートチタニウムの色味とかその辺見ていったんですけど、いかがでしたでしょうか。詳細のスペックとかに関してはこの16 Pro そして16のレビュー動画で解説してますので、ぜひそちらも概要欄のリンクからチェックしてみてください。今後この iPhone 16 Pro Max そして iPhone 16 Pro に関しては YouTube の動画撮影にも使っていくカメラになっているので、この iPhone 16シリーズの画質が知りたいという方はぜひチャンネル登録して次の動画も見てみてください。以上16 Pro Max の開封レビューでした。バイバイ。